先日、レンジのチーム世界選手権という、あの、大会が開催されまして、日本が3位となりました。おめでとうございます。そして、これからの動画では、その記号をね、ちょっとずつ振り返っていこうかなと思います。というわけで、最初に始める記号はですね、こちらです。中国との対象戦ですね。黒番が林 CJ さんと白番が岡部博九段の対局を扱っていきます。よろしくお願いします。早速見ていきましょうか。1、2、3、4、5ということで、これは岡部さんが名月この黒3という形を出して、林シージェさんが4と5を打ったんですかね。ちょっと一瞬確認してきますね。はい、すいません。ちょっとはっきりしたことは分かんなかったんですけれども、おそらく、先ほど申し上げましたように、そういうことだと思います。3手目を岡部さんが打ちまして、4と5を、ケンシーリエさんが打ったのかなと思います。この形はですね、AI の形成評価では、互角と言われているのかな。互角か、もしかしたら若干白に数値がくれやすいというのが多分一般的な評価だと思うんですけれども、それをあえて黒番で採用しようというのが、リンさんの作戦ですね。で、それに対して、岡部九段がどういうふうに、対応していくかという戦いになります。これ、事前の予想動画でも言っていたんですけれども、白有望である形をあえて黒を持つとか、黒有望である形をあえて白を持つとか、そういう作戦が増えるんじゃないかということをね、予想動画ではお話ししたんですけれども、いや、なんか見てると、全体的にその傾向が強かったかなっていうふうに、個人的には思います。で、続きを見ていきますと、白6っていうのがね、これ、結構この局面をパッと見ると、思いつきにくいかもしれないんですけれども、これが定石の手となっております。具体的に言うと、この3と5の黒の点っていうのがね、まだあんまり働かないので、黒のね、そういう石の働きが完全ではないうちに、白からいい場所を取ろうっていうのがこの白6ですね。で、黒は7と打ちまして、白8、黒9、白10は、ここに打つ手と、ここに打つ手、主に 2通りあるんですけれども、どっちもありますかね。どっちも有望なんですけれども、一応、片方だと、こっちを推奨するのかな。ほぼ好みの次元だと思います。で、こうなりまして、これね、AI の推奨だと、確かこうするんですけれども、これで、こういう風に打って、黒のね、このバッテンの、3金を狙いながら攻めていくっていうのが、白のね、結構よく打たれる手段なんですけれども、本譜は11でね、先ほど白が先着したこちらに打ったわけですね。敵の打ちたいところへ打てという、結構真っ当な変化変化の手段かと思いますが、
これでどうなるかということですね。どうなんだろう。どこかで変化する方法としては、この手順は比較的メジャーな方なのかな。ちょっとわかんないですけれども。で、私の知識では、白12、ここに打つのが結構大事っていうことだけ、リアルタイムで見てたときは記憶してまして、で、以下のことはね、何も覚えてなかったので、仮に私が対局者でもね、その後に、すごい手を打たれて負けてしまったかなというふうな気はするんですけれども、この12っていうのが結構直感的に思いつきにくい手で、っていうのは、そもそも、三々金をね、こう狙いたいっていうことで、ここに打つと、黒のね、三々金がね、解消されちゃうんですよね。白がこうやって連を作ってるとはいえ、あんまりこう効率よくないのかなっていうのが、この白順に一見そう見えるんですけれども、どうやらソフト的に言いますと、この手しか形勢を維持する手段がないようですね。どのくらいの、数値を損ねることをね、人間が許容するかっていうのがあるんですけれども、他の手段ですと、結構黒の方が良くなりやすいということのようです。そして、白12本譜はね、ここに打ちましたね。これは結構ね、直感的にここに打ちたくなるっていうような手ですね。っていうのは、ここの、三々金を直接に狙う手で、なんていうか、すごい目につくんですよ。白が仮にこう打った時に、黒、ここがすごいいい場所なので、だったら自然な発想としてここに打ち返るのがいいんじゃないかっていうことで、私はこれ配信見てたんですけれども、岡部さんの方は結構早くこの白12打ってましたね。っていうことは、こういうのはね、この12に打つところでしょうと思ったのか、もしくは、事前の研究やら何かがあったのかちょっとわからないんですけれども、比較的早めの決断をされていたかなというように思います。そして、黒13がですね、この三々金をね、受けなくちゃいけないので、本譜ここに打ったんですけれども、これはかなり自然な手ですね。で、いや、これがね、この局面がすごい難しくて、個人的に、パッと見た感じだと、結構黒13っていうのがいい位置にいて、で、例えば放っておくと、打って、飛び3から3みたいな手がね、結構いっぱい続くので、白としては大変かなというふうにも思うんですけれども、つまり、黒の狙いとしてはね、この白12っていうふうに三々金を狙いに行った手をね、負担にさせようっていうことですね。三々金を狙うっていうのはかなり主張が強いっていうか、強制力の高い手なんですけれども、それをさらにね、外側から緩やかに囲うことによって、この9と3の連ですとか、1と7のね、連の働きをね、ちょっと軽くしたっていう意味合いがありますね。で、この時がね、今回の菊並べ、ちょっとなんていうか、初めて見るっていうよりは、リアルタイムで配信見ながら考えてたりとか、あとはソフトの評価値も見てたんで、ちょっと従来とは違うっていうか、いつもとは違う感じなんですけれども、ここでのね、その推奨手が個人的には意外で、っていうのは、この白14しかバランスを保つ手がないって言ってたのが確か。ちょっとちゃんとしたことはね、調べられてないんですけれども、他の手だとだいぶ打ちやすくなりそうな感じでした。ラフファイの検討ですとね。でもこの白14ね、
人間だと相当打てないんじゃないかなって気がするんですよね。でこの白14自体が何かしら詰めを残してるわけじゃないし、あの、黒はこうやって左側に向かって攻めようとしてるんですけど、白が右側に向かって受けていて、なおかつ左側のね、攻めを止めるような石っていうのが、今すぐね、この白に何かあるわけじゃないので、結構怖く見えるんですよ。で、なおかつ、こう三々金をね、狙ってるっていうね、唯一の主張を自分から消してしまう手っていうのでね、かなりなんていうかね、こう、味消しっていうか、そういうような手に一見見えるんですけれども、それでも、ここの三々っていうのは確実に解消しないと、攻めが止まりにくいということのようです。いや、これこれ多分1時間ぐらい考えても、なかなか打てないかもしれない。てか、なんていうか、方向から外しちゃいそうだもんな。なんか他のあらゆる場所を考えて、こうダメだった時に、これしかないのかって言いながら打つっていう感じで、なんかね、相当直感に反するっていうか、感覚的にはね、なんだろう、除外したくなるような類の手だと思いますね。というわけで、本譜は押したんですけれども、この手の方がね、自然には見えるんですよね。なんかレーン2つ作ってて、黒の打ちたい側に受けていて、なおかつ、この三々金も残してるから、いい感じにいけないかな、みたいな風にはね、一見見えるんですけれども、この白14が、なんだろう、結果的には、敗着中だったのかな、かなりね、その悪い手ということになってしまったようです。で、具体的には、15と打ちまして、これは普通の手ですね。このレーンを飛びながら飛び3をして、この飛び3をすることによって、ここの三々金が解消されますということがあり、で、16、17ということですね。で、こういうふうに、よくね、3を引くのはね、悪い手とかね、4を打つのは悪い手とかね、そういう話をね、私はよく、初心者の方向けにはするんですけれども、この場合はね、かなりいい手なんですよ。っていうのは、なんだろう、厳密な話をすると、いろんなことを考えなくちゃいけないんですけど、簡易的な判断基準としましては、例えば15と打って16となりました。で、16には、格子3があるので受けます。で、受けまして、受けましてっていう風に、お互いに、連を止め合ったりするわけですよね。で、止めて、本譜こうなっているんですけれども、で、この20っていうのが、本譜こう打たれてるんですけれども、黒の剣先を止めただけの手で、自分から何も作ってないという手になるんですね。で、ここで、白からの直接の攻めが途切れるっていうことになるんですけれども、3とか、4とかをね、積極的に作っていく展開をやるときは、こういう風に自分か相手が一瞬そういう風なね、連だったり、剣先だったりを作る手っていうのが途切れるまでの手順っていうのをすごく見てほしくて、で、この場合はね、本譜の場合は、この20で、一段落っていうところなんですけど、で、一段落した局面を見たときに、黒はまずこの3、このレーンがね、フリーですよと。好きなように。好きなように使えますっていうのがありまして、で、あとはね、こういうところとか、こういうところとか、
まあ、攻防してるんだったらこういうところとか、こういうところとかに打ちたい場所がいっぱいあるんですね。で、こういうふうに、連とかをなんかいっぱい作っちゃうと、通常はね、どんどん相手の石が外側に行ってしまって、自分の打ちたいところがなくなっていくっていう展開が、一般的には多いんですけれども、この場合はちょっと例外的で、なんかいろいろお互いこねくり回した後に、黒の側に打ちたい場所がいっぱいあるよっていうのが、この攻防がね、黒が強い理由ですね。で、それを、レンジのその初心者の方とかが、いきなり、じゃあここでは交点が黒の方がいっぱい残るから黒石でしょうって言って、そういったところでね、いきなりそんなところまで読めるわけないだろうっていう話があるので、そういう事情がありまして、一般的に初心者の方に教えるときはね、3とか4とか打つの危ないよっていう話をするんですけど、このようにね、DCG さんだとか、トップクラスに強い方はそういうことをね、考えながら打っております。で、21人が結構手広い、比較的何を打ってもそこそこの局面になりそうっていうことはあるんですけれども、パッと目につくのは、こうか、こうっていう手なんですけれども、注意事項としては、白からね、フリーでこういう手を打たれてしまうと、攻守逆転でいきなりね、白が有利になってしまうと。あとは場合によってはね、こういうような手ですとか、こういうような手ですとか、右側からね、ちょっと攻防気味に打つんだったら、こういうような手ですとかっていうのが、白からの有効だということになるので、黒の方が完全に自由で、打ちたいところはいっぱいあるんですけれども、まだまだ油断ならないっていうのが、現局面ですね。で、本譜が何をしてるかと言いますと、本譜は、21と飛び3を打って、22と止めました。そして、23と3を引きます。どんどん決めていきますね。で、映像を見ていると、ここでね、岡部さんがすごい長考されてましたね。仮に、こう止めるんだったら、平凡に25とね、剣先を叩きながら、矢倉を組んで、厳密な勝ちまではちょっと手数が長いと思いますけれども、右側ほぼね、黒石しかないんで、これは、黒が勝つだろうということで、やるならこうなのかな。これもね、しかしこれがね、結構、25って打たれたときに、黒から次に打ちたい手がね、例えばこういう手とか、こういう手とか、こういう手とか、いっぱいあるんで、なかなか難しそうだなっていうことで、白は24と4を使いまして、25、26と受けました。これはね、24の場所に打たれたくなかったっていうのがあるんですけれども、少々非常手段気味ですね。で、黒も、ここにね、先に打たれちゃうと、ちょっと白の防御が硬くなっちゃうので、3を引きまして、28と打ちましたと。で、この局面が、個人的には結構難しく見えて、なんか黒がかなり勝ちそうではあるんだけれども、どうやるのかなって思って見てたんですよね。で、こ
こういう時の一般的な方針っていうのはですね、基本的に、すいません。攻めっていうのは、一つは、盤上の広い方に向かっていくっていうのと、あとは剣先の向いている方向に攻めましょうっていうことがよく言われるんですね。で、具体的に言うと、これ、例えば、上と下どっちが面積が広いかっていうと、上の方が広いですよということで、あとはこの25、27、23のね、剣先が上の方に向いてますということで、この27とね、5の連もありますしね。この2つの剣先と連をね、平凡に活かそうとすると、多分こういったような手とか、こういったような手がね、パッと思いつきやすい手段だったなっていうふうに思います。で、AI がね、どこ打つかちょっと忘れちゃったんですけれども、AI もね、多分似たようなことを確か言ってたと思うんですけど、そういうのがね、平凡な手段かなと思って見ていたところですね。リンさんはね、ここに打ったんですよ。で、これが歩兵っていう手で、いや、私は、ね、結構ね、こういう手なかなか思いつかないので、すごい手だなと思って見たんですけど、っていうのは、上に行くっていうのが一般的な多分電磁のセオリーなんですけれども、下の方がね、黒がね、剣先があってレンが作れてるとはいえ、ちょっと狭いので、ここに打つっていうのは一見すると気が進まないんですけれども、これがどうやらかなり強力な手のようでして、30という風に本譜は受けたのですが、この31とね、打ちまして、これ何を言ってるかっていうと、これ左側だけで勝っちゃおうって言ってるんですね。この周囲だけでもう勝ち切ってしまおうということで、いきなりのね、急転直下のね、終盤となりました。いやー、これが、あれですね、なんて言うんでしょうかね、終盤力の強さを感じますね。私だったら、こんな鋭く切り込めないから、間違いなくこっちの方を打ってるんですけど、今、リンシージェンさんは、この臨時のチーム世界選手権を通じまして、今、世界レート1位になったのかな確か、なったんですけれども、いや、これがね、1位の人の寄せです。いや、29から31って、美しいな。今ね、冷静に見ても、31の場所は目につくんですけど、29になかなか打とうと思わないかもしれない。なんといってもほぼ万端なので、ここがね、すごく、プロの攻めがつながる急所っていう風に認識するのが多分、今の私だと結構時間かかりそうだなって思います。だからあと、なんだろう。特に黒番ですと、近鉄買えないので、この四隅っていうか、盤に4つ星っていうのがあるんですけど、この黒い点ですね。L4、D4、D12、L12 かな。この4つがね、星って呼ばれるんですけれども、この星から外に行く手で、いい手っていうのが、特に黒番だとあんまり多くないんですよ。相手の3を止めるとか、4を止めるっていうのは、そういうのはあるとしても、自分から一手使ってそこに打つっていうのが、いい手になるパターンっていうのがかなり少なくてですね。いや、なので、いや、これすごいな。
これ、なんかどっからこの手考えてたんですかね。これ、なんていうか、聞ける機会があったら聞いてみたいですよね。29、どの段階でこの手を考えていったのかなっていうのが。でも、こういう手が見えるっていうのは、やっぱり積み回りがちゃんとしてる人だと思います。というわけで、30、31、32となりました。これは、せめて、右側と左側の手を分断しようということなんですが、そして33となりまして、これが、放っておくと、こういう仕様があるのかな。なので、パッと見える手が、多分こういう手なんですけど、こうすると、こうなって、こうして、こう、という、これ、あれですね。これ止められてないですね。こうして、こうして、こうですね。っていう、仕様があるので、この33っていう手で足して、一番受けたいのはね、こうとか、こうなんですけど、こういう場所受けられないというので、結構困ったなという感じですね。いや、この33っていうのも、なんだろう、これ、23と21と11の剣先と、あとこの31と17と9の剣先の連携があるから、すごくいい手なんですよね。これ普通に打つだけだったら、なんか別に、単に止められたりして、特になんでもなく終わるだけっていうか、むしろ、なんか白側の方に石が溜まって、好都合みたいな手なんですけれども、なので、部分的にはちょっと数字が悪いっていうか、あんまり良くなさそうに見えるんですけど、他の場所とね、すごく効率よくつながるので、この33っていうのが強いっていうことになりますね。この29っていうのもそうなんですけど、そういう風に、なんだろう、他の形の部分と組み合わせて、なんか、うまいこと全部つながるように石を配置するのが、リンさんはすごく上手だなっていう印象がありますね。そして、34と、先ほどのね、示した使用を受けたということで、多分最善の粘りなんですが、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45ということで、ここでね、本譜は白が投了しました。これ投了図資産なので、投了もやむなしですね。というわけでね、いや、これ、ちょっと強すぎますね。いやー、なんか岡部さんとしては、なんだろう。力を発揮する間もなく、いつの間にか負けてたみたいな、そういう感じだと思うんですけれども、連日そういうことあるんですね。いや、なんかすごいなぁ。なんか21っていう手も、個人的にはパッと見ちょっと抵抗あるんですよね。21っていう風に打ってしまうと、なんか、こうなった形が、J のね、縦がね、
消えるので、この手の威力が下がるんですよね。なので、それをちょっと、取っておきたいなとか考えちゃうと、21みたいな手は結構打ちにくいんですけど、でもそれもね、恐れずに打って、で、22っていう、剣先ができるので、そうすると白に受けのね、選択肢が増えるので、ちょっとうってなるっていうか、抵抗があるんですけれども、それもむしろ使わせることで好都合みたいな感じで打ってって、で、27も28に石が入ると、下の方の、攻めがね、ちょっと28によって、ちょっと白の防御力上がったな、みたいな感じがしちゃうんですけれども、それも全く恐れず、27と打って、で、28っていう風に下辺の防御力が一見高まったように見えるところで、さらに29っていうのをね、打つっていうのが、だからすごく、なんとなくっていうか、かなり正確に局面を見てるなっていう気がしますね。私の言ってるのって、かなりぼんやりしてるっていうか、28が下の方に来るから、ちょっと下の方、黒は、下の方にちょっといい手が少なくなりそうとか、21って打つと、22っていう手が、J のね、縦のものが使えなくなるから、ちょっと抵抗あるとか、全部なんとなくの感想なんですね。なんだけど、リンさんの打ち回しを見てると、なんとなく見るとそうなのかもしれないけど、いや、ちゃんと勝ち筋あるから、勝てますよ、という話をしてるわけですね。で、これも、感覚的には、こっちの方行きたくなるんだけど、広いから。でも広いからってすごく漠然としてるんですよ。いや別にそれが悪いわけじゃないんだけど、そうじゃなくて、リンさんはもう確実にこれで勝てるっていう風に、読み切ったのかどうかわかんないんですけれども、そういう風な判断をしてて、なんというか、解像度が高いなっていう感じがしますね。この、組み合わせる手が、ちょっと、パッと打つには抵抗ある手が多いっていうか、でもそれが全部うまくつながって勝ってるんで、そうか、強い人っていうのはこうやって勝つんだな、みたいなのを感じますね。一般的な標語は、もっと、見るからに良さそうな場所に連打していって勝つみたいなのは、多いんですよ。多いんだけど、これを見てると、どっちかっていうと、ちょっと打つのに抵抗ありそうだなっていう場所に打っていって、それが最後に全部つながるみたいな、ちょっと不思議なマジックを見てるようなね、感覚に陥りました、個人的には。というわけで本日はチーム世界選手権の黒リン・シージェさん、白岡部九段の対局を並べてまいりました。またね、このチーム戦他の対局も動画作っていきたいと思います。本日はご視聴いただきありがとうございました。